はい、こんにちは。今日はですね、終鉄の身体操作を学ぶ上で知っておかないといけない体の特にね、体幹部についての解剖学的なお話を解説しつつ皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。皆さんの思ってるイメージと実際の姿っていうのが、一致してない可能性もあるので、ここしっかりと頭に入れておくようにしましょう。いわゆる体幹部、脊椎の周り、どういう風になっているのかというと、この辺にね、背筋が、脊柱起立筋とか多裂筋とか筋肉が走っていて、よくね、僕が言ってる仙骨を入れるの、仙骨っていうのはこの骨です。これが仙骨になります。で、前を見ると、この筋肉が大腰筋で、これが腸骨筋で、あとですね、ここに小さく本当は小腰筋っていう筋肉があるんですけれども、これ今非表示にしちゃってるんですけども、その3つを合わせて腸腰筋という言い方をします。で、この中でも、ちょっと注目していきたいのがこの大腰筋ですね。この大腰筋はですね、ここから上が、胸椎と言われるもので、腰椎っていうのはここ1、2、3、4、5、この5つが腰椎なんですけども、だいたい腰椎のあたり全体的に胸椎の一番下から腰椎にかけてのあたりから生えている筋肉です。そして終わりはどこに伸びているかというと、骨盤を通過して、骨盤仙骨、この辺を通過してずーっと下の方のこの大腿骨、足の付け根ですね、ここまで伸びています。すごいですよね。腰椎からこの足の付け根まで伸びていると、そういう筋肉です。全身で見てみますと、こういうふうに腰椎から足にかけてこういうふうにつながってます。ということは、上半身と下半身をこう直接結びつけている筋肉なんですね。直接結びつけている筋肉、上半身と下半身をこれによってこう連結されている筋肉ですので、この筋肉がうまくね活用できると、全身がうまく活用できるんだろうっていうことは簡単に想像できるかと思います。で、ここ大切なところで、大腰筋っていうのはこれですね、横から見るとこのほら、もう背骨のところなんですね。ほぼここに背中の筋肉があって、ここに内臓があって、ここに腹筋が、内臓の外側に腹筋があります。大腰筋はこういう風に背骨を這うように走っている。ぽっこりお腹とはあまり関係ないですね。スリムに見えるとかそういうことはないです。内臓を表示してみましょうか。こういう感じです。大腰筋はここ、お腹の本当に奥深くにある筋肉です。多分、多くの方が思っているよりも奥深くにあります。まとめていくと、まず、大腰筋は上半身と下半身をつないでいると。これものすごい重要です。つないでいる、直接つないでいる筋肉であると。そして一つ大事なのは奥、ものすごく奥にある、ものすごく奥にある、ものすごく奥にあります。仙骨、この骨盤の中にあって、なんとなくね、いろんな動きを司るのにとても重要な役割を果たしているであろうということは、なんとなく想像されると思うんですけれども、仙骨入れるという感覚は、どういう感覚ですかってよく聞かれるんですけども、僕が言ってる、仙骨を入れるという感覚、背中の筋肉に力を入れることとは違います。背中の筋肉を力を入れることではありません。
ここはめっちゃ大事です。ありません。これ違います。厳密に言うと入る、こういう感じですね。めり込むような感覚ですね。こんな感じになると、大腰筋なども、関係してきます。などもというところもポイントですね。何か一つの筋肉だけが作用するわけではないというところも、とても大切なところなので頭に入れておきましょう。大腰筋が効いている感覚、どういう感じなんだろうって皆さんわからないので、よく質問を受けます。この辺の筋肉が効いている感覚だとか、もうちょっと下の、この腰のあたりに効いている感覚だとか、お腹の横に効いている感覚だとか、いろいろ質問を受けますけども、これはね全部違っています。どういう感覚かというと、ちょっとねいい例えじゃないですけど、お腹をね下した時のもう感覚、もうねこれに尽きるですね。例えばまさにこれな感じです。表面からね手で触れるような場所にはないんですね。でさっきも言った通り、内臓の裏側にある筋肉なので、人の体ってひょっとすると、痛みとかね炎症が起きてる場所によってその違和感っていうのを判断してるんじゃないかなと思うぐらい、大腰筋がねこの効いた感覚っていうのはお腹を下してしまった時の感覚ともう本当に近いですね。多分皆さんが、今まで感じたような筋肉痛の感じとはだいぶ違っていると思いますので、参考にしてみてください。以上、解剖図を使って大腰筋とか仙骨のどの辺にあるのかというのを確認していきました。自分のね感覚だけに頼らず、解剖図とかを使って確認してみるっていうのはものすごく大事なことですので、皆さんもぜひ取り入れてください。以上です。ありがとうございました。